すごい難しいんですけど、よく削るっていうことは、よく削る砥石は深く削ってますから、よく削るっていう表現も表面的な感じでしょ。で立面の方で見ると深く削ってるってことなので、そこを考えながらよく削るとか、あんまり削らないとか、その辺を深く削る、浅く削るっていうのも一緒に考えると、一段落上がれるかなと思いますね。多くの人がその2次元でしか語れてないけど、そのさらに3次元にした時の方向性も考慮した方すると、それもっと一歩先の。あとやっぱ一番大きく出てしまう誤解が、ダイヤの旋盤と WA の旋盤がそもそも同じ旋盤で比べていいのかっていう問題にも出てくるし、違いますからね。そもそもダイヤの旋盤に対比させるんだったら WA だったら600番とかそんなイメージかもしれないですね。傷の深さでいうと。もういや、違う、それも違うな。形が違うって言ったんです。いや、形が違うじゃなくて、そうか。その砥石で考えると、言ったらビトの旋盤とレジンの旋盤と、さらにね、マグの旋盤とで削り方違うんで、この3つ同じ旋盤じゃないですよね。ビトの旋盤でもキングの旋盤と金賞の旋盤ってやったら全然違うんで、同じ旋盤で。旋盤って言ってるんですけど、ただトリューの番手ですからね。砥石の品番じゃないし、旋盤って書いてあるから旋盤で削るかっていうと、またこれ別の話になっちゃうので、今の話で極論その砥石ごとに変わってくるっていう話だと思うんですけど、大きなその枠組みとしてじゃあビト、マグ、レジンで分けた時に傾向として、多分気になる人と多いと思うんですけど、同じ旋盤だったらどう削れ方が変わりますか？何ベースで考えるかだけど、傷ベースで言ったらビトが一番傷が深いだろうし、レジンが一番傷が浅いんじゃないですか。その通りでその間が僕もそう思います。多分ね、大体個別解で見てったら多分変わると思うんですけど、大きな枠組みで。問題はそのボンドの違いなんですよ。これ旋盤です。どの強さで持ちますか。でこれ同じ力で殴ります。こう削るっていう、パカッと叩く、ギュッと持ってバーンって叩かれたら痛いじゃないですか。これビトですよね。でどの力で持ってるかなんですよ、この旋盤を。でマグもプラスチックで持っているレジンはもうこの2本ぐらいで持ってます。これで同じ力で殴られたって痛くないですか。ここにあんて逃げちゃうからこっちが。一緒の旋盤なんですよ。なるほど。ギュッと持ってたら刺さるし、ピャッと持ってたらこっちが倒れちゃうから刺さらないっていう違いなんですよね。だからどちらかといえばその母体が大事なんです。母体の硬さとか素材とか、そっちの方が実は砥石って大事。支えてるかどう固定してるか。そうするとめちゃくちゃ硬い母体に対してめちゃめちゃ削るダイヤモンドをつけたらどれだけ傷が深いですかっていう、ダメージが深いですかっていうのが分かってくる。もう動きの余地がないっていう。そのまんまがり。そうですよね。逃げない。フルに傷を入れてる。だから逆にレジンの旋盤とダイヤのめっちゃ硬い旋盤があったら、もうどんだけ傷の深さの差があるんだろうっていうぐらい差が出る。この深さが今度それで変わってくるんですよね。同じ幅は変わらない、旋盤の幅は変わらないですけど、深さが変わるということは、ね、削らなくちゃ、その傷を消すためには倍以上の能力がいるんですよね。そこのその3次元で話すとそうなるんですけど、2次元で話してる人も結構多いなっていう印象があって、最近そのいろんな人にこう研ぎを広めたいっていうので研ぎ方とかをこういろいろシェアされてる方も多いんですけど、やっぱ荒砥を絶対使った方が早いっていう風に言ってる方結構多いんですよ。多いですよね。ただその3次元で考えた時にさっきおっしゃったように、その傷の深さを考慮した時にそれを消すっていうのを考えると総合的に見てどうなのかっていう話にもなってくるってことですね。荒砥は個人的にはほぼもう業務で使うことがないとしかな。荒砥が早いって言いたくなる気持ちも分かるんですけど、何に対してって思っちゃうんですよね。だって相手ありきなんですよ。刃物ありきに対しての砥石なので、ハイスのと荒砥なんて乗せたら滑るだけなんですよ、きっと。これが安物の包丁とかもう100均包丁とか
炭素鋼の炭素少なめのものとかをアラトにするとザクザク削れて気持ちいいかもしれないです。アラト滑る粒子と粒子の隙間がまずハイスってほとんどない、引っかかる要素がないのに大きな粒子で表面動いてても引っかかりが得られないんであんまり削れない。だからその誤解してるのはアラトがよく削れるっていうのはその手研ぎと機械研磨は分けなきゃいけなくて、そういうことですよね。ものすごい力でありものすごいスピードが乗ってきた時にはそれを無視してでもすごい深い傷を入れれるっていう、これはまあ粗いメリットっていうのはすごくあるんだけども、手作業で果たして同じだけのパワーを出せるものなのだろうかっていう話が出てくる。その力の合理的な入れ方ができない人であったりとか、やっぱりねそのやってる方は非常にお上手なんだと思うんだけども、やっぱりそれができない人からするとただいらない傷をたくさんつけるだけ、でまあ言うなればさらに研磨力があるプラス出てきた泥もでかいからどんどん丸くするだけ。ただ丸くすることによって帰りは早く出る。だからアラトが早く削れるっていうのは誤解させてる可能性もある。早く帰りがそう出ちゃうからそれでイコール削れてる。そうよく削れてるっていうのは、まあその削れてるのは事実なんだけど、そのゴールの問題だよね。その綺麗な形で早く削れてるんだったらものすごくいいんだけど、形を丸くして焦がして早く削れてる場合、次の砥石に行った時研磨力さらに落ちるのに戻せるのっていう話が出てくる。永遠に当たってない可能性も出てくる。そうだからたまにやっぱりね言われるのがそういう状態で砥石をどんどん変えていって、で最終的に糸刃とか小刃を、まあ、最後刃をつけました。そしたら全く切れなくなったんですっていう問い合わせから何かでうちに来たんだよね。でそれなんでっていう話で、アラトから仕上げまで行く工程の中でアラトの刃先のまま要するに研げたと誤解して帰りが出てるのを最後糸刃を研いで帰りだけボキって折ってすごい大きな台形作っただけなんじゃないかなっていう気がするかな。帰りって研ぎ切れてなくてもアラトって出ちゃいますよね。違うとこから出ません？まあ泥のせいでしょうね。どういうことでしょう。こう刃先こうあるじゃないですか。まあカンナの場合なんですけど、アラトこっちが表ですよね。こっちを研いでここ裏やと、裏やとして、全然研ぎ切ってないこう直角の状態でこっち側から出るんですよ、帰りが。裏押ししても一生取れないその帰りが。ここの角から出ちゃう。こっちの角から出ちゃうんです。多分包丁でも出ると思うんですよね、これね。そういうことか。取れない帰り。でガリガリに出るんですけど、ここ厚み全然出てないんですよ。取れてなくて。それか。そういうことか。ないっすか？あります。そういうことか。裏押しても押してもあれみたいな。そうだから結局この包丁で言うと、まあ、結果論アラトで研いで帰りが出てるように思ってても刃が潰れっぱなしなケースが結構あって、でそれがまあ言うなればこっち側にピロッと帰りが出てるのかこっちに出てるのかは別にしても、ここから糸刃をつけますって言って、まあ、こう削ってちょっとは先薄くなってるかもしれないけど、ここだけ取っただけだから綺麗にも台形が綺麗にできるんで全く切れなくなるっていうのは、まあ、そういうことなんだろうなとは思ってるんです。でもこの状態で糸刃をつけると帰り取れるんですよ。こうするんで。けど全然味じゃないですよ。そうですよね。カンナでもありますこれ。よし研げたと思ったらなんかワシャパンチパンワシャキワップ大概これです。アラトはかなり危険でも、まあ、そもそも歴史的に言ってもアラト中と仕上げ使えっていうのは、まあ、天然砥石の世界の話なんで、まあ、天然のアラトを使ったことがない人は一回使ってもらうと面白いですね。この前久しぶりにうちの弟子にそういう話をたまたましてて、いい機械だから使ってみなよって言って僕が持ってるやつ使わせたらもうびっくりするぐらい削れないって言って笑ってましたよね。いやもう本当に千番の方がよっぽど削れる。千番の方が全然削る間違いない。滑って笑えますよね。
音だけ立派です。ジャリ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 だから全然滑ってる感覚でまあ削れない。ただでも昔の刃物はあれで削れたんやと思うんです。っていうのと、あとはまあ点接点だったっていうのもあるでしょうしね、はい、かまぼこ状にしてたりとか、やっぱかまぼこ状にするとめっちゃやっぱそれでも削れるんですよ。やっぱりその合理的にね面直しをせず、やっぱ同じ形をまあずっと維持してで削れるようにするっていう意味では、かまぼこ状の形っていうのはすごい理にかなってて、まあ、意味があってずっとやられてきたっていうのはもうよくよく分かる。それはそうかもしれないね。そんな砥石がいきなり削れるようになるからね、かまぼこにすると。ただやっぱり今の時代じゃかまぼこの砥石を作りましょうって言ってそれで研ぎましょうって言った時に、やっぱりまあなかなか同じ条件でみんなやるっていうのはもう土台無理。砥石を直しましょうっていうのももう言えない、なかなか難しくなってくるし、どう丸くしたらいいんですかとかってそういう議論にもなってくるし、まあかなり上級者向けの話になってくるから、だからやっぱりみんながうまく研げるようにっていうふうに考える時にはやっぱり平らにするっていうのが最も合理的で、それは今の時代だからこそその人造砥石が研磨力が上がったっていう前提のもと成り立ってるっていうのはもうあるよね。だから荒戸とか逆に言えばかまぼこ状にするとめちゃくちゃまたいい砥石だよ。だから泥介在しないから、だからグラインダーで削るのとなんだ砥石で削るのは泥があるかないかはやっぱりよく考えて使わないとダメだと思う。泥がまあものすごい悪さするケースもあるから、だからやっぱり普通の研ぎに関してはやっぱあんまり荒戸は使わない方がまあおすすめ。ただね、そのやっぱり業務でされてる方々は当然だからそんなこと言ってられないんで、やらなきゃいけないって仕事の場合は使うべきだと思うんだけども、まあ、一般的な人たちからすれば荒戸買って直さなきゃいけないレベルの包丁は依頼するのが正解じゃないのかな。俺も研ぎ屋さんに依頼できるならそっちの方がよっぽど効率的だと思います。多分ね、昨今うちのだって礎の320万だって一番そのお金かけて何時間もかけてでいいゴールにたどり着くかどうかわからないっていうぐらい、まあそれでも320番はギリギリやっぱりいい形保てるように作ったけど、やっぱそれ以上荒くなってくると僕らでももう壊してしまうリスクが高すぎてやっぱ使いこなせないっていうのを。320番めっちゃいい砥石ですよあれ。320番いい砥石ですね。使ってます。まあ、カンナにはめちゃくちゃいいでしょうね。めっちゃ使う。その修正するのにとか。まあまあね、難しいところで、まあ、荒戸がどこまで今の時代推奨できるのか。ね、で結局そこをやらなきゃいけないほどやっぱり硬い包丁っていうのがやっぱりまた問題になってきてるような気がするよね。でも硬い包丁と荒戸って合わなくないですか？合わないですね。合わないです。さっきも話してた通り、その HRC とかが硬い包丁とか流行ってるじゃないですか。さらに特殊鋼とかじゃないですか。っていうのは今度その刺さる率が減るわけじゃないですか。幅というより刺さる方がね。で、荒戸本領を発揮できるぐらい刺さってくれないんですよね。そうマトリックスがそもそも少ないです、今の。ちょっとしか刺さってくれないでしょ。で荒戸同じ大きさで荒戸って、研磨剤の数少ないわけですよ。1個が大きいわけですから、少ない研磨剤でちょっとしか刺さんなかったら効率悪いって思いませんか？効率上げようと思ったらその最大限に刺さる大きさ、例えばそれが3000番がちょうどだよってなったら荒戸の何百倍と刺さるものがよくついてるわけです、刀面の上には。でどっちがよく削るのって言ったら3000番の方が削っちゃうっていう結果になっちゃうんですよね、荒戸よりも。硬ければ硬いほど。だから荒戸は削るっていうのは現代は結構通用しないところが出てきてるっていう。刃物に対してどれが一番削りますかなんで、やっぱり荒戸主役じゃない、砥石って主役じゃないんですよ。砥石から考えちゃダメってことですね。サポーターなんで。この刃物に対してどの砥石が適切ですか今研ぐのはっていうサポート役なので、こういう質問よくあるんですけど、めっちゃ難しいですよね。何に対して言ってるんだろうなとか思いながら刃物主体で考えなきゃいけない。そうです。それに対して何が一番削るかっていう。